はい、いて座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は2023年の後半を引っ張っていく力、下半期のテーマについて星のお話とあとタロットを見たいと思います。よろしくお願いします。まず星の話なんですが、今年2023年の前半は結構大きな星が動いたので何かとね状況が変わった方も多かったんじゃないかと思うんですが、後半はどうかって言いますと前半ほどの大きな動きはないんですね。ただその前半にやったことを踏まえて皆さんの意識がすごく進化する、気づきが起きやすくなるとか、状況が変わってなくてもマインドが進化しやすい時、本来の自分を思い出したり、自分って本当はこうだったんだ、こうしたかったんだっていうことを気づきやすい流れがあります。それが7月から始まるんですね。で、状況的には現実世界的にはとにかく日常生活をしっかりしましょうっていうところに光が入ってますよね。ちょっとカメラの音を見ます。手座さんは今年見えない努力が可能性の基盤を作る年っていうふうに書いたんですけど、本当にコツコツとした努力が今後の人生に本当に役に立つっていう時なので、頑張りましょうねって、しっかり努力しましょうとか、お仕事しましょうもそうだし、仕事だけじゃなくて勉強とか何か自分のためになる行動全てが今後の自分の人生の肥やしになるよっていう、今年1年で何か華やかなことをするというよりは、今年やったことが今後の人生のすごい肥やしになりますよっていう1年なんですけど、それを本当にまさにコツコツやっていくのにふさわしい時なんですね。で、ただこの7月から起こる意識の進化っていうのは、7月だけではなく2025年の1月までかけて、約1年半ぐらいかけて自分の自己表現とか自己主張とか、自分で自分の人生を作っていけるんだとか、喜んでいいんだみたいな、そういうちょっと意識的にはすごく華やかに解放みたいなのが起こりやすい時なんですね。現実はまだねコツ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 っていうのがあったとしても、でも来年になったらもちろんパートナー運とかもガーンと上がりますし、今年は本当にもう全てのことにおいて努力がいいよって感じなんですけど、7月からその自己表現とかね、そういう意味での気づきや覚醒というか、自分の中でもっとこんだけ言っていいんだみたいなことが起こってきやすいので、ちょっとそれを意識してみてください。そしてもう一つ星の話なんですが、ですね、7月23日から9月4日まで社交運とかね、愛情とかお金とか価値って言われている金星が逆行しますので、何かご自身がこれまでこれが好きと思っていたものがちょっと違う意識が変わってきたりとか、周りに振り回されているような感覚になりやすいので、この時はぜひ自分軸で意識して過ごしてみてくださいね。そしてあと8月24日から9月16日も水星というコミュニケーションとかビジネスとかね、勉強に関して誤解が起きやすい、スケジュール変更になりやすいですねとか、メール届きにくいですねとかっていうのがあるので、より専門的な勉強をされている方とか、より遠くに行かなくちゃいけないっていう方は、ちょっとざっくり言うとなんですけど、7月23からもう9月の中旬ぐらいまでは十分にその余裕を持った行動、下調べ、そして確認っていうものをしていただく方がミスもなく過ごしていけるんじゃないかと思います。そしてもしかしたらその自分が進んでいきたいと思っているこの専門性、こっちだって思ってることに関してちょっとグラグラっとするかもしれませんが、これも9月の中旬過ぎればものすごくそれははっきりしてきますので、この間にあんまり決定的な決断っていうのは下さずに、長い目で判断しようぐらいの感じがいいんじゃないかと思います。はい、そしてあとですね、10月にも日食がありまして、10月15日なんですが、この日食は全体的に人間関係において大きな気づきや変化、進歩があるんですね。で、これ、いて座の皆さんにとっては仲間とか新しい希望とか、そういったなんか未来につながっていくよっていう広がりのあるところですごく意識が刺激されますので、特に今年の後半に限らずなんですけど、さっき言った自己主張とか、自分で人生作っていけるんだとか、何か喜びをもっと人生に入れていこうっていうものと、プラス仲間がいるとか、一緒に頑張っていけるとか、新しい可能性
見つけたぞみたいな、そういったものが10月ぐらいは人間関係を通して大きな気づきがあるんじゃないかと思うので、さっき言ったみたいに9月の中旬ぐらいまでは何か誤解とかね、これでいいのかなみたいな迷いがあったとしても、10月には落ち着いて方向性定まったりとか、すごく意識が広がるってことなんですね。はい。そんな流れを踏まえて、ちょっとカードでも見てみたいと思います。カードでは1ヶ月ずつというよりはこの下半期のテーマとしてまとめて見させていただきます。では行きましょう。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。じゃん。はい、ワンドの3逆、そしてソード4逆、マジシャン逆、ワンドのページ逆ですね。そして、カップ4逆と、バンド10逆とソードエースということで、ちょっと対策やね気をつけることが、ペンタクス2とペンタクスキング逆とオラクルははい、お月さんでしたね。へえ、そうなんですか。うん、そうですね。2023年後半のテーマはって言われると、もう本当に案ずることなかれっていう感じですかね。心配しなくていいよみたいな。物事をはっきりと何か結果、これをしたら絶対こうなるとか、こうしたらこうなんだみたいな、そういう道順とか結果まで見えてると人って安心だと思うんですけれど、このね2023年に行った行動とか努力っていうのは全く未知なんですよ。このためにやってると思っていたとしても、これじゃないこっちにも生かされたとか、いやこれにも生かされたみたいに、もう本当に未知なる可能性、人生の土台として生かされるものなので、一つだけのもののために今これやってますっていうふうに決められないんですね。でもその決められないことっていうのが、もしかしたら皆さんにとってはちょっと不安に感じたりとか、これやってて意味あるのかなって思ったりとか、何かにつながってるっていう確証がないとちょっと不安だなみたいに思うかもしれませんが、これはね2023年終わってからじゃないとわからないことなので、2023年は行く先が見えなくても結果が見えなくても大丈夫だよっていうことをまず覚えておいてください。むしろ見えない方がいいって感じ。見えちゃうとそれしかないと思っちゃうけど、もっとたくさんの可能性があるのでね。そしてちょっとカードで見る限りは、やっぱりなんとなく人生がいい風に向かってるとは思えるんだけど、確証がないみたいな、なんか確証がないとか、目先の超喜びがないみたいな、なんかそういう感じかもしれませんね。それはね、流れがあるじゃないですか。それでいくとやっぱり手の皆さん、どっちかっていうとそれは来年の方が人生はカクッと動く時なんですよね。新しい出会いもそうだし、どこに就職するとか引っ越しするとか、何か人生の道が変わる、レールが変わるっていうのは来年の方が変わって、じゃあそのどのレールに乗れるかのために今準備しましょうっていうのが今年の一番のテーマなので、何もないからその時が来た時に準備すればいいやみたいな感じにはならないでくださいね。そうすると今がもったいなくなっちゃうのでね。はい、ちょっと感覚的なものがやっぱり若干ぬるま湯的な感じがあるかもしれませんね。危機的じゃないがゆえに、いいか、なんとかなるかっていう感じで過ごしてしまいそうな感じ。どこかで自分は変わりたいとか変わるためのきっかけとかも過去に掴んでるはずなんだけど、なんとなく本当にそれで変われるとか、本当にこれでいけるっていう確証がないまま、ずらーんと来ちゃうみたいな感じがあり、そしてじゃあ慌ててじゃあ何か努力しますかって時に、急に今までの遅れ取り戻すかのような高い目標を掲げて、じゃあこれやりますかって言っても、いやもうそれがしんどいですっていうような感じでね、すごい自分で目標を高くしてそれを無理だって思いそうな感じがあるんですけど、それはちょっとね、そんな風に焦ったり遅れを取り戻そうとしたりしなくても、そこは大丈夫ですのでね。ちょっと見てみますね。
ワンドの2、ワンドの4、ソード8ということで、その自分の中でその何かこう揮発剤となるようなこう刺激っていうものがないがゆえに、他者からの言葉や何かそれ面白そうとかそれいいねとか、そういう何かが来るのを待って、でそれと一緒にやりたいみたいな感じがあるかもしれませんね。それでもいいんですけど、でも他者に合わせてやっていくとまた目標が設置が高くなってしまうので、もしもですけど今年の後半にこれだけの仕事をこなさなきゃいけないのかとか、ここまでにこんなに勉強しなきゃいけないのかみたいな、そういうのがあったとしたらそれラッキーだと思っておいてくださいね。もう無理やりでも努力させられるような流れがもうあるってことだから、それはもう超ラッキーだと思ってください。そしてそれができないっていうふうに嘆く必要もない。なぜならば時が遅いと感じたとしても、とにかくそう思い立った時が吉日で、ちゃんとねやっていく力はあるんですよ、手座の皆さんにはっていう感じが出ているので、はい、そしていろんなね可能性っていうのが出たり入ったりしてるみたいなんですね、今年の後半って。で鍵となるのがやっぱり誰かこう尊敬できる人、上司だったりとか尊敬できる、先生だったりとか上司とか、そういうなんかメンターみたいなね、なんかそういう人の言葉に忠実に聞いていきたいみたいな感じがありますね。それはそれでいいと思います。すごくためになると思うのでね。でもそれも全部聞けないみたいな、そういうプレッシャーがあるかもしれないんですけど、100% やるっていうよりも今の自分は今日できたことをこれだけできたっていう、一つずつ一日をゆっくりと、今日はこれができた、今日はこれができたっていう形で積み上げていっていただけたらいいかなと思いますね。なんとなくイメージなんですけど、こう先が見えない、この道絶対行けばもう絶対ここにゴールがあるっていうのが見えない道を進んでいってると、自分がどこまで進んだかとかどれだけできたかっていうのもわからないって感じになってるので、もう分からなかったとしても、成果が出ていないと思ったとしても、とにかく2023年の後半はやったこと、努力したこと、頑張ったこと、こまごましたことも仕事もそう、健康に対してのことも全てが今後の人生、特に来年に生かされてくる。来年のためにやってるわけじゃないんですけど、でも後から生かされてくるので、今は先が見えなくても結果が見えなくてもとにかくやってくださいと。もう素材いっぱい集めておいてくださいと。その素材はどんな風に組み合わされてどうなるかは本当にお楽しみなんでっていう風に思いました。はい。ちょっともう一枚引いてみます。オラクルのねムーンを見てみますね。はい、マジシャンということで、なんかもうすごいサポートのカードが出てきましたね。始まるよみたいな、始まるんだよみたいな感じです。ご自身の意識はなんとなくもやがかかってるかもしれませんが、ちゃんとね見えないところで準備は行われていて、始まるよっていうふうに言われていますので、何が始まるのかわからないですけど、それが見えてなくても大丈夫ですよっていうメッセージだと思いました。はい、ということでここまでにしておきますね。また1ヶ月単月のねメッセージも、準備でき次第アップしますので、はい、楽しみにしててください。2023年ぜひいい時間になりますように、いい気づきがあるといいなと思います。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。